はい、どうもこんにちは。今日はですね、埼玉におります。今回はですね、キャンピングカーを新しく出たやつ紹介したいなと思います。実は昨日ですね、そのキャンピングカーのお披露目会にね、こっそり参加しておりましてですね、いろいろ聞いてきました。で、今日そのキャンピングカーがこの埼玉に来ているということで取り上げさせていただきます。お願いします。で、ちょっと声がおかしいんですけど、喉枯らしちゃいました。はい、すいません。今回紹介するのがですね、あちらですね。以前さくらっていう結構ホテルみたいなハイエンド系のキャンピングカー、キャブコンって言われるやつなんですけど、そちら紹介させていただきましたが、そちらを開発した日本特殊ボディさんですね。そちらが、新しくキャンピングカーを出したということで、今回紹介させていただきます。で、今回紹介させていただくのがこちらですね。日本特殊ボディさんのエクスペディションイーグルっていうやつです。で、このエクスペディションイーグルなんですけど、普通のキャンピングカーとはまた全然違うんですよ。わかりますかね。外観からわかるポイントとしては、これならわかるかな。はい、この運転席と後ろの部分がね、切り離されてるんですよ。この車のそもそものコンセプトがですね、普通のキャンピングカーって室内でどれだけ快適に過ごせるかなっていうところが大きいと思うんですけど、そこはあるんですけど、もう一個大きな使命があります。こちらはですね、災害時にでも活躍できるように悪路を走ってこの車を持っていけば、ここをまた休憩所として拠点として使えるように考えられております。やっぱりね、現状のキャンピングカーだと舗装された道路を走るのが前提になっちゃっているので、特に自然災害とかでその路面がちょっとガタついちゃってる時とかになかなかね難しかったんですよ。ですけど、このエクスペディションイーグルに関してはそういったところも走れるように考慮されて作ってます。今回はですね、その辺も踏まえているので、日本特殊ボディさんもそうなんですけど、開発にあたっては日本笑顔プロジェクトって言って災害復興支援団体の方も一緒に考えながら作られているので、ところどころね工夫されてます。その一つが運転席と後ろの部分ですね。ここ切り離してるところがまず1個ですね。一体型だとどうしてもね、どっか1箇所ガタってなると全体がガタってなっちゃうんですけど、こう分離していることでね、そのぐらつきが分散されて、よりね後ろの人も安定した乗り心地になる感じですね。もちろんね舗装した道路ではガタガタがないのであんまり変わらないとは思うんですけど、そういうガタガタ道でもできるだけ後ろの人が安定して座れるようにっていう風になってます。で、他にもあります。次がですね、車の高さ、車高も高めにしてます。人が1人ちょっと入りそうなぐらいの高さがありますよね。地上高か20センチかぐらいあって、なんかこう取っかかりがあっても下のこの部分が引っかかんないようになってます。あと設計部分でいくと、後ろのところですかね。後ろのところですね、真四角になってるんじゃなくて、こう後ろをねこうちょっと跳ね上げてますよね。これいろんな道走るので、このお尻の部分ってバコンって当たったりする可能性をね少しでも減らすためにこうちょっと角度つけております。で、キャンピングカーに詳しい人は知ってる人も多いかもしれないんですけど、日本特殊ボディさんはいすゞのキャンピングカー用のベース車両が使えるんですよ。ビーカムってやつです。他の会社さんはね難しくて、はい、今回もねいすゞの新ビーカムハイキャブ2トンのやつですね、そちらが使えるようになっております。なので、サイズ感としてはさくらとねちょっと似てるんですよ。まず幅がですね196センチですね。高さが299で、全長が510センチとなっております。さくらと比べると長さがね少しだけ短くなっているのかなというところです。はい、では今からねちょっと収納を簡単にご説明します。まず横のところですね。はい、開けると奥が60センチです。奥が60センチ、縦が130センチ。130センチ。あ、じゃあまあいい広さですね。ですね。高さが55センチありますので、相当荷物はそうですね。これが左右にありますので、左右にある。相当入りますね。はい。そうですね。こちらにシートベルト映ってるわけなんですが、これシートベルト。はい。実はこのエクスペディションイーグルは従来のトラキャンとは違って、後ろでも乗車定員が取れてます。後ろで左右に2人ずつで4人乗車が取れております。じゃあ後ろに4人、で4人で運転席の方に3人乗れると7名の乗車定員が取れてます。で、寝る人は後ろに4人。はい、4人なんですよ。はい。なるほどなるほど。じゃあ逆側にも
で逆サイドも同じ感じで、ライトついてるんですね。はい、左右に電気ついてまして、はいはいはい。このような形で。やはり細かい気配りですね。オッケーです、オッケーです。ありがとうございます。ここはシャワー室的なあれですか？ここはマルチルームのですね、扉になってまして、マルチルームの扉、はいはいはい。下が防水板になってますので、濡れ物とかを外からボンボンとここに使い方入れれるんですね。これもまた後で中から入れますね。マルチルームの入り口というか外からのアクセス口ですね。で後ろの方まだ紹介しなかったんで行くと、これがスペアで、これ室外機ですよね。家庭用エアコンなんですが、こちらの対塩外仕様を弊社は標準で使ってまして、中に使われてる基板が塩害とかで錆びたりダメにならないようにちゃんとコーティングされた仕様になってます。じゃあ海とかそういう場所で使っても耐えれるようになってる。そういう形ですね。はい、今また横に来まして、こちらは清水20リットル排水20リットルのタンクになってまして、ここがキッチンの下にアクセスできるような形に。じゃあここキッチンの下にあるんですね。これ結構でかいですね、そう考えると。そうなんですよ。こんな感じです。なるほど。あとすいません、日本特殊ボディの八谷さんに、今回説明していただいております。よろしくお願いします。遅くなりました。ちょっと外観はわかるんですけど、中の方はね、今回初めて私見るんでね、よろしくお願いします。はい、こんな感じで電動ステップになっております。ちょっと近未来感で、今回災害時でも使えるようにということで、工夫ポイントがね、ここですね。靴のまんま入って、ここがね土間になっているので、ここもね靴で入って大丈夫なんですよ。入ります。今ですね、八谷さんいろいろ教えていただきまして、説明していきたいなと思います。今はですね、先ほどの入り口のところですね、まず入っていくと、右手側にこれちっちゃい収納ですね、机の。はい、こんな感じで机がございまして、よいしょ。はい、こんな感じで小物が入ります。でこれ吊り下げ式のテレビですね、無線のやつなんで、これ外して動かしたりします。であそこには AC のコンセントが3口、エアコンって感じですね。で上の方にはね電気系統がずらっと並んでおります。入り口で気になるのはね、このロゴマークのところですかね。これね多分革っすね。ちょっと高級感出てます。でさっきお伝えした通り、この土間なんですけど、そのまんまマルチルームに直行できます。キャンピングカーのマルチルームっていうのはそのまんまの意味でございましてですね、これトイレ置いてあるんですけど、トイレにしてもいいし、ここになんかシャワーか何かをぶら下げてシャワールームにしてもいいし、何もなくして更衣室にもできるということで、特に雪国だったりとか、その災害の時とか雨の時とかはここで脱いで、そのままここでシャワー浴びるとか着替えたりするとかっていうのはあり得たりするので、そういった意味でも使いやすい設計になっております。でこちらがですね、室内となっております。はい、まずこの手前側ですね、行きましょう。はい、ここ開けてもらうと水場、シンクですね。はい、こんな感じでございます。これはね、こんな感じもちろんここに AC があるので、ホットプレートとかでも大丈夫です。で目線上げてもらうと、ここ収納でございまして、で電子レンジですね、ツインバードのやつありますと。で料理しながらね、外を確認ということも可能です。で逆側ですね、これね冷蔵庫、85リッターだっけな、結構なそれなりに入る冷蔵庫があります。で、こんだけ大きめの、人が1人は入れそうなぐらいの収納がございます。広い、結構広いですこれでこのまま奥行きたいところなんですけど、下向いてもらうとなんかありますよね。これですね、床下収納ございます。2リットルのペットボトルが入るぐらいのサイズですね。日本は入るかな、そういう水とか飲み物とかそういうのが入れれます。それが、1個2個3個4個とございます。今これはね試作機なので、今後ねここにねバッテリー入れたりとか、なんか配線を組んだりとかっていうのもいろいろ考えてるようではございます。忘れてた。
これがさっきの、シンク下の収納ですね。まだまだ広いですね。 OK。 はい。でイーグルのポイントはですね、このソファーのダイネットって言えばいいんですかね。この字のダイネットになってます。結構広さあります。はい。でこの机なんですけど、この机ですね、結構いろいろ動かせます。これが今ロックの状態で、解除するとほらこっちにも動くし、横にも動くんですよ。見えますかね。はい、縦横両方動かせる。でもう一個あって、これを縦にするとほっ、こんな感じで埋めちゃうことができるんですよ。そしたらですね、よいしょ。はい、これで2人寝れますね。これで分かりますかね。大人でも詰めれば3人ぐらいは無理くりいけそうな気がしますけど、こんな感じでゆっくりできます。でダイネットの左右はね、それぞれ窓がついて外が眺めれます。でもう一つ秘密兵器ございます。ここだけだと2人ですよね。まだあるんです。なんとですね、ベッドが電動で下ろせるんですよ。これでね、2段ベッド完成ですね。これ結構気軽に出せますよね。よっこいしょ。はい、こんな感じで寝るだけだったらね、全然余裕ですね。こんな感じで広々使えます。2段目の人は電子レンジ触りやすいで、しまう時にはさっき軽く見せたここですね。ここにベッドの操作ボタンがあるので、使わない時はこうやって戻せるっていう感じです。 OK で、またテーブルを使いたい時はね、こんな感じでよいしょよいしょ。もう基本はね、机ペッて上げて横の土台みたいなところを引っこ抜いておくだけなので、ベッドメイキングもね、そんなに手間かかんないなって感じです。でそんでね、やっぱりところどころ素材とかは見ても汚れに強そうなものばっかりですね。これちょっとレザーっぽいような感じなんですけど、どこ見てもそうですね。汚れがついても簡単に落とせるような素材で構成されている感じです。なので災害に強いとは言ってるんですけど、つまりはアウトドアでも使いやすい、そんなキャンピングカーになってます。はい、内装はこんな感じです。はい、最後はですね、少しだけね運転させてもらいます。はい、今から乗り込むんですけど、運転席はね、こんな感じになってますね。トラックベースなので運転席にね、3人乗れます。1人2人3人ですね。こんな感じです。で正面の方もね、ちゃんとカーナビもついておりまして、キャンピングカーらしくね、いろんなところに死角がないようにあちらミラーついてます。じゃあ今からちょっと隣にハッチヤさんを乗っけて、ここを少しだけ回ります。あ、そうだ、これってオートマじゃなくてあれですよね。スムース IX なので、スムース IX ぐーっと踏んで少しこう抜くとギアがこうアップするっていうやつですよね。前のさくらと一緒ですよねオッケー。ブレーキ踏んでいただいてレバー回せばいただいて、はい、オッケーオッケー。でもこれはもうほぼ運転する感じはオートマみたいな感じですよね。はいはいはい。はいはい。けどここの駐車場も少しデコボコしてるけど、なるほどね。視界はめちゃめちゃいいですね、やっぱり。そうですね。運転席が他の車より一回り大きいキャビンなんですよね。はいはいはい。右も左もこの正面も結構視野角が広いというか。そうなんですよね。はい、ちょっとそこに止めちゃっていいですかね。大丈夫です。で一回バックやる。はい。ちゃんとバックモニターで見えますね。はい。なるほど。OK。以上です。はい、という感じで、以上でございます。いかがだったでしょうか。今回はこちらですね、日本特殊ボディさんのエクスペディションイーグル
ご紹介させていただきました。災害時でも活躍できるんですけど、普段はね全然そのアウトドアとかでも使いやすいキャンピングカーなのかなというところです。今のところやっぱキャンピングカーって舗装された道路ぐらいしかなかなかね快適に走れなかったりもするんですけど、このイーグルであれば、そういったところも、より広く楽しめるのかなというところです。概要欄の方に、またこちらの、リンク載せておきますので、ぜひ見てみてください。で今回なんですけど、私以外にも、ミルミルランドさんですね。こんにちは、ミルミルランドです。はい、よろしくお願いします。ミルミルランドのカタリストレーナです。ミラユキです。このお二方も、紹介しております。特に事前の打ち合わせなしでお互いが、思うように撮ってあるので、また別視点での動画も上がってくると思うので、多分僕の方が先なんですけど、概要欄の方にリンク貼っておきますので、気になる方はねぜひそちらの視点でも、ご覧ください。というわけで今回は、日本特殊ボディの新キャンピングカーエクスペディションイーグルのご紹介でございました。そんじゃあまた。